今日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。一応僕自身の簡単な紹介しておきますと、本拠地は博多です。九州の福岡の方で、ヌースコーポレーションという会社をやってます。今日はお手元にうちの会社のパンフレットをですねお配りしていると思うんで、後でまたゆっくりご覧になってみてください。それとあと大学の方でもちょっと仕事をやってまして、東京の狭山にある武蔵野学院大学というところで客員教授をやっております。ここでは具体的に教えてるっていうことはないんですけども、研究会を作ってまして、一応哲学の方の研究会、もちろん今日お話しする内容と関係あるんですが、そういう名目で、カモフラージュというかな、学会の方ではそういう哲学というふうなカモフラージュをしながら、新しい今日お話しするような波動哲学というのを、アカデミズムの世界とねどうやってつなげていくかということでいろいろ活動をしています。それで今日お話しするテーマなんですが、一応潜在意識リーディング協会さんの方が波動技術というのをメインに展開されているということでしたので、その波動というものについて僕がやっている哲学、これ一応ヌーソロジーというふうに呼ぶんですが、この言葉についてはまた後でご説明しますけども、その観点から意識と波動、そして玉というテーマで2時間ほどちょっとお時間をいただいてお話しさせていただきたいと思っております。こういう波動という言葉、先日、お亡くなりになられました江本さんが1989年ぐらいからですね活動され始めまして、この波動という言葉を2本ずつ裏々に広められました。僕もちょうど1989年というと、僕自身がこういうことをやり始める大きなきっかけが起こった年ですごく符合してるんですが、ところがその波動という言葉がですねやっぱりなかなかちょっと宗教的な意味合いも含んでいるということで、科学の世界からはあまりいい目で見られないというか、はっきり言えば眉唾者みたいな形で、僕も今年初め江本さんとお会いしていろいろなお話した時に憤慨されておりましたもう科学者が水の結晶写真とかについてもね攻撃してきて、もうすごく怒られてたんですが、こういう科学の世界とこの波動、言うなれば私たちの意識という世界ですよね。こういったものをつなげるアイデアというか、そういったものがもちろんこのスピリチュアルというかそういう精神的なものを大事にされる方々たちの方からもまだ立ち上がっていないし、当然科学者たちは科学の中に意識や魂といったものをね持ち込むことを嫌いますから、宇宙は物質でできているんだっていう考え方で科学は成り立っていて、それをつなぐブリッジが今ないんですね。で僕がやってるヌーソロジーというのはそういった意味ではこのブリッジを21世紀の大げさに言えば人類のためにというか人間のために、物質と意識というのは実は別々のものではないんだと、実は一体で私たちの意識というのは宇宙と一体となって宇宙の物質の中に溶け込んでるんだっていうような、そういう考え方を立ち上げないともうその文明というのはやばいぞというところで、大義名分としてはねそういう形でやってます。で今日のお話ですが、一応4つ項目を設けてきました。まず、先ほど話した僕がやってる宇宙論ヌーソロジーと言いますが、これの出自について、なんで半田はこんなことをやっているのかという、そのまず最初の原因となった話を短めにしようと思っています。そして僕自身の専門っていうのはどちらかといえば、さっき言ったその哲学的な内容、人間の精神とか人間の意識というものの構造と物質というものの構造を重ね合わせてみる考え方を作るというのを
ベースにしてますから、2番目の枠では物質の最も大元となっている光子というのがあります。光の粒なんですけど、これが大元になって宇宙はそこから発展して素粒子を作って原子を作って物質を作るというようなことを科学では言われてるんですが、それとまず意識の関係について皆さんにご説明します。で3番目がそこから発展してきた、素粒子世界のシステム。これは膨大な、理論体系が現代科学ではあるんですが、それをかいつまんでね、簡単にお話して、それが私たちの意識とどういう関係にあるのかということをお話します。そして最終的にそういうことが分かったら、この波動というものをベースにして人類がどういう技術、どういう文明を作り上げていくことができるかというのを最終的な波動科学の原理というところでお話したいと思います。そういった意味では、今日いらっしゃっている皆さんは波動というものに非常に日頃からお付き合いされているわけですから、この波動原理は必須ですね。今からのもっと言ってしまえば、こういう波動のコンセプトというのを一般化していくためにはどうしても哲学がいる、考え方がいる。そういった意味の大枠の話をですね、この4つの流れで皆さんに紹介していきたいなというふうに思っています。でまずヌーソロジーの出自なんですが、ぶっちゃけた話ですね、ご存知の皆さんも結構いらっしゃると思うんですが、このヌーソロジー、僕が何でこんなことをやってるかというと、1985年と1989年の2度にわたっていわゆるチャネリング現象というのが起きた。1回目の1985年はオリオンの変な名前なんですが、ノミさんという人から、チャネリングが入ってきた。そして89年、その4年後に、今度は冥王星のオコツトという、意識体からチャネリング現象が起こった。この2度のチャネリング体験をベースにして、ヌーソロジーというのが始まりました。でね、この話本当は具体的に皆さんにしたいんですが、むちゃくちゃ面白い話なんですね。でも講演する時もその話する時はもう大爆笑で受けまくるんです、会場は。でもヌースの理論の話をしだすとシーンこのギャップがたまらないんですが、でも今日はやっぱりちょっと真面目な方の話をね、やっぱしなきゃいけないんで、ここはかいつまんで簡単にお話しします。1985年僕は東京にいて、その時に何ていうかな、田舎である出来事が起こってて、博多の方で。それでおふくろが病気で倒れたということで、博多に戻ってこいということで博多に帰ったんですね。だから帰ったら、実は僕は4人兄弟で、兄貴、真ん中に姉貴が2人、そして末っ子が僕なんですが、一番上の兄貴とすぐ上の姉貴にチャネリング現象が起こってたんです。それもオリオンからっていうことで。どうもその話では、そのオリオンの艦隊、宇宙船の艦隊が今地球の大気圏上の上の方に来ていると。でそこから交信を送ってるっていう話で、もう姉貴とかはもう最初は自動書記ですね、古代文字のような文字をバーッと書いていて、そして兄貴の方はその、文字ではなくて何かの設計図なんです。スースースーと。で僕が一番びっくりしたのは、兄貴が書くその設計図、自動的に手が動いていくんだけど、その線とかパーッといくでしょ。定規で引いたような線なの。フリーハンドなのに。でこれはただごとじゃないなと思って、そして何をその後進がやらせたいかというと、そのやらせようとしているかというと、どうも彼らが言うには、今土星の衛星にタイタンというのがあってね、タイタンで宇宙の二大勢力が戦いをやってるっていうんですよ。でそれを分かりやすく言うと、タイタンの悪とタイタンの善という言い方をしてたんですけど、そして間もなくこのタイタンで起こっている戦いが
地球に降りてきますっていう。で地球でまたその戦いが展開され始めるっていうんだけど、でそれはどういう戦いかというと、決してその何て言うかな、核ミサイルを撃ち合ってね、この物質的にこう攻撃し合うような戦いではなくて、実は宇宙のエネルギーの2つの陰と陽の戦いなんです、彼らが言うには。そして人間にはそれは意識として反映していると。だからこれから起こってくる地球上に降りてくるタイタンの善と悪の戦いというのは、人間のそれぞれ一人一人皆さんの中における意識戦争として起こってくる。誰かと誰かが戦うんじゃないの。自分の中にある2つの部分が、誰でも人間葛藤して生きてるわけなんですが、この葛藤の中でのそのぶつかり合いというのがもっともっと上がってきて、それを彼らは意識戦争と呼んでたんですね。でこの意識戦争に、いわゆるタイタンの善が勝つためには、タイタンの善の裏には宇宙の大元のポジティブなエネルギーであるオリオンというのがついてるんですね。でタイタンの悪の背後には宇宙のネガティブなエネルギーの総体のスマルというのがついてるんです。だからタイタンの善と悪の戦いというのは、そういった意味ではオリオンとスマルという存在の代理戦争で、そしてそのまた代理戦争として最終的に地球に降りてきますと。でこの交信を送っているのはオリオンのみですから、要するにタイタンの善の勢力の力を地球上に注ぎ込んで、なんとか今から起こる意識戦争において、つまりタイタンの善、宇宙のポジティブ側のエネルギーが勝利するために送っていて、どうも兄貴と姉貴はオリオンから送られた王族で、その地球を救うために送ったとかいう話になっちゃうわけです。兄貴と姉貴が王族ならやっぱ俺は何って聞きたくなるじゃないですか。でも僕にはチャンネリングはその時は全然入ってなかったんですね。そういうことがきっかけで始まったんです。そして兄貴はその設計図から何をやったかというと、90年代結構巨人軍とかスポーツ界ですごく有名になったんですが、タキオンというエネルギーを作り出して、そしていろいろ会社を作って動いてたんですね。で今はその後継がファイテンという会社になってると思います。そこで動いていた平田さんという方がファイテンを立ち上げられて、ファイテンの社長さんになられたんですけども、だから大元は、うちの兄貴がやりだしたことだったんですね。で、そういう歴史がありますが、こういうことは別に重要な話じゃないんですね。本当面白い話がこの流れに沿って、その後僕にもチャネリングが入るんです。そして本当に何て言うのかな、もういろんな霊界体験というのをさせられた。人間の死後の世界に行ったり、生物がどうやって進化してきたかとか、宇宙がどうやって転生しているとか、そういうビジョンをたくさん見せられて、僕は発狂しました。完全に発狂して一回精神病院に入れられたんですね。そのくだりの話がむちゃくちゃ面白いんですが今日はしません。で本当にそういう吸ったもんだがあって、病院から出てきて、でこの現実の背後に動いている人間の無意識というか奥深い意識の世界っていうのがあるんだということが分かって、なんか中途半端な精神状態になって、一体どうしたらいいんだこれからみたいな状況が続いてたんですね。で僕はそれまでは音楽やってたんで、自分で言うのもなんですがロック魂っていうのがすごいんですよ。反骨精神というか、だからどうしてもこの世界一回ひどい目にあったけど、このまんまじゃちょっと気が済まないっていうことで、もう一回気狂ってもいいからあの世界の中に入っていこうって決意したんですよ。そしてたまたまのみにその世界に入るためのあるノウハウというか技術があってね、それを教えてもらってたもんだから、それでもう一回のみを呼び出した。そしたら今度はのみは出てこなかった。冥王星のお骨とという意識体が
やってきたわけです。でこの冥王星のお骨とやってきたのがその1989年だったんだね。でそっから後の話は僕が書いた本なんかにも、詳しく載せているんでそちらを読んでいただければいいと思うんだけども、このお骨とという存在がまあとんでもないものだったというか、いろいろな情報を送ってくるんですが、僕は最初に何一つ何を言ってるかわからない。つまり彼らは、まあ、僕はシリウス言語と呼んでますが、冥王星とシリウスという星がねすごい深い関係にあるみたいで、このお骨とが言うにはそういった意味で彼らは高次元の知性体のようなもの、まあ、宗教的に言えば天使だったり精霊と言っていいかもしれないんだけど、そして彼らは自分たちの言語を持っていて、その言語で宇宙を説明してくるんです。で僕がまあいろんなこと聞きました。人間とは何なのかとか、まあ男とは何なのか、女とは何なのか、動物とは何なのか、太陽系とは何なのか、もうありとあらゆる質問をしていきました。そしてその質問に対してお骨とは彼らの言語できちっと答えを返してくる。意味全く分かりません。例えば太陽とは何ですかとか僕が聞くと、第一次星神学、星標の反転によるうんならうんならうんちゃんうんちゃんなんちゃんなんちゃんみたいな、全く星標星神学反転なんだとか、そういう世界なんですね。でまあしょうがないからとにかく質問をいっぱいして彼らのシリウス言語で送ってきた情報を全部網羅しようと。そしてそのシリウス言語一個一個について聞いても答えてくれないんですよ。シーンとしてる。だからもうこれは自分で考えろっていうことなんだなということで自分で考え始めたんです。要するに点と点をこう与えてもらったらその線を結んで形を浮上させるのは僕の仕事だったんですね。でそういう作業を、まあお骨とのチャネリングは約7年間にわたって続いたの。1989年から95年までちょうどオウム事件が起こった年です。あの年のそうですね、オウム事件が起きてしばらくしてかな、ちょうど半ばぐらいに聞こえなくなっていきました。別れの儀式があったわけではありません。次第にお骨との言葉が遠のいて入らなくなってきた。困った。膨大なシリウス言語のその質問した日誌があって、もう聞いても教えてくれる人いないわけだから自分で組み立てなきゃいけなかった。そしてそれから何年経つんだろうな、最初ののみが28年前だからもうかれこれ24、5年ですか。僕はこのシリウスファイルの解読を悶々と続けてきたということなんです。そしてちょうど21世紀入ってからかな、2000年過ぎぐらいからだんだんこのお骨と情報が伝えてきていたまあ宇宙観というのが形を持って僕の頭にも浮上してくるようになりました。一言で言うとお骨たちの世界とこの人間の世界は正反対にひっくり返っている世界です。人間の世界は物質というものをメインに考えて人間の自我というものを中心に世界を作ってますよね。でお骨たちの世界というのは物質ではなくて精神なんですね。でもっと馴染みの言い方をするならば霊の世界なんです。で霊と物質の関係っていうのが実は裏表に関係にあるんだけど、人間には今その霊的な世界が全く見えなくなっている。そして物質というふうに物質意識の方に意識がいってるわけです。だからお骨とは僕に対して意識を反転させろと言ってくるわけです。つまり宇宙自体がぐるっと靴下を裏返すようにね、物質の世界から霊的な世界へと意識の方向性を反転させようと今しているらしいんです。宇宙全体が。だからその方向性に人間の意識も乗らないと、物質を支えているのは本来は霊ですから、その霊が方向性を反転させ始めると、この物質世界は
僕らが今の意識のまんまでいると消えていくというんですよ。恐ろしい話です。それが彼が言っている、何年からそれが始まるのかっていうのが2013年って言ってきた。マヤの、カレンダーなんかでも言われてましたね。2012年12月22日で今までの次元は終わって新しい時代が始まる。それにバッチリ符合はしてた。別に意図的に、僕はその頃マヤの存在なんか知らなかったんで全然意図はしてないんだけど、彼はずっと昔から2013年って言ってた。だから僕も1990年代に本なんか書いたんですけども、僕の今まで4冊出してますが全部2013という数字を入れてます。つまり2012までが今までの人間の文明を培ってきた物質意識のある流れだとしたら、実は去年から流れの方向がこれ宇宙レベルでね、僕らの意識に上がってる上がってないは別として変わってるというふうにオゴストは言ってるんですね。だから我々もその方向に向けて新しい価値観、新しい人間観、新しい宇宙観、新しい世界観というのを立ち上げていかないと、僕ら福島の事故なんかも経験してますから、日本人はね、もう本当にこの社会の限界というものをうすうす多くの人が感じ始めていると思うんですが、今はまだその不安を表に出すのが怖いから忘れたようにしてるんだよね。一種の防御、自己防衛をやってる、心理学的に言うと。でもこれが持ったその何て言うのかな、この先の10年後20年後30年後っていうのは単に日本だけの問題ではなくてね、世界全体も含めた上で、僕らが果たして子どもたち、次の世代に残していく世界が、要するに健全なものを残せるかというと、もうほとんど不可能に近い状態になってきている。だからここで何か転換がいるわけです。根底からの革命がいる。で、僕はこのヌーソロジーというものを根底からの革命だという確信を持って動いている。28年間やってきて、これだなっていう、その触りの話をねちょっとしていきましょう。出自はそういうとこで、ちなみにヌーソロジーっていう言葉なんですが、これはお骨とが、意識には2つの方向性があると言っていて、ヌースとノスという言い方をするんですが、ヌースが霊的な意識の方向だとしたら、ノスというのが物質的な意識の方向です。この2つの意識の方向の精神的な方向の意識をヌースと彼は呼んでいて、僕はそのヌースの学問という意味でヌーソロジーと名付けました。そして面白いことに、このヌースという言葉を僕は90年代調べた。どっかあるんじゃないかなと思って。そしたら古代ギリシャの哲学者たちがやはり同じことを言っていたんですね。神の知性と呼ばれていた。古代ギリシャではこのヌースは神的知性と呼ばれていて、何をやる知性かというと、神の知性というのは宇宙を創造する知性なの。人間というのは創造されたものを受け取って意識を働かしていく受動的な存在ですね。そういった意味じゃ宇宙的に言えば。でも神様というのは能動的な存在で、与えるものの方向、つまり創造して人間に与える方向の意識を持っている。だからヌースというふうに古代人たちはギリシャ人たちは呼んでたようです。で、これは同じもんだと思って、だから古代とこのお骨とっていうのは、単にギリシャだけではなくてね、後で日本の話も少しするかもしれませんが、直結してるんですね。古代人、超古代と言ってもいいかもしれない。僕らが歴史で習ってない何らかの古代というものが存在したというふうにお骨は言ってます。もっと文明が高い精神文明の世界が実は超古代にあって、その知識の名残が今の宗教とかそういったものになってて、ほとんど本質が見失われているというふうに言ってました。ということで、時間があんまりないんでですね、次の、この話に入っていきましょう。